皆さん、こんにちは。小松です。アッセンブルヒロインズのフレズベルクを作る第3話、最終話です。前回、フィギュア本体の塗装が終わりましたので、海台座を作って完成させたいと思います。以前制作したフミナと同様に、アクリルパイプを枠に使い、透明樹脂流し込みによる丸台座を作ります。まずは、バスコークを使って、アクリルパイプとプリンツオイゲンの台座に使ったら新板で余ったガラスを接着します。端面に途切れないように塗ります。さらに、外周に木工用ボンドを塗って目止めにします。以前は油粘土を使ったりしていましたが、終わった後の処理が意外と面倒だったので、このやり方にしてみました。これであれば、ボンドが硬化すれば目止めにもなるし、終わった後は剥がすだけで良いのでかなり楽です。ボンドが乾燥したら、後でガラスは外すので、立型剤としてガラス板の底面にメンタムを塗っておきます。塗り終わったら透明樹脂を流し込みます。まずは、底の台座となるレイヤーを作るべく、クリアブルーに着色した透明樹脂を流します。流し込んで、少し時間を置いたら気泡が上がってくるので、ターボライターをさっと当てて処理します。ここで木工用ボンドを剥がします。すべて作ってからでもいいんですが、ちょっとペリペリしたくなってしまったので、ストレス解消に剥がしてしまいます。底面の透明樹脂が硬化したら、前回完成させたフレズを簡易台座ごと設置します。ベースができたので、次は着色していない透明樹脂を流し込みます。この透明樹脂は砂を固定するつなぎなので、色はつけずに流し込んでしまいます。砂を流し込みます。砂浜の砂などを入れてしまうと、透明樹脂と混ざって暗い色になってしまうので、白い砂を使って南国っぽくしています。砂を入れたら、台座の中で砂と透明樹脂を混ぜていきます。追い砂。簡易台座が砂で隠れる暗い砂を入れて形を整えます。形ができたら、底レイヤーよりも薄いクリアブルーで着色した透明樹脂を流し込みます。砂が流れないよう、少しずつ流し込みます。この透明樹脂は、硬化時の発熱がすごいので、一気に流し込むと、硬化熱が硬化を促進し、促進されたことで、さらに硬化熱が上がるという、かなり危ない状況になりますので、少しずつ流し込んで間隔を空けて、追加の樹脂を流します。6時間程度置いた後、2度目の透明樹脂を流します。あまり時間を置いておくと、透明樹脂が完全硬化してしまって、積層跡が見えてしまうので、
完全降下前に流し込んで溶着させ、積層跡をできるだけ見せないように、時間管理をしながら流し込みます。3度目。これで最後の積層です。透明樹脂を流し終わったら、ガラス台から外します。面タムは塗っていますが、やはり接触面積が大きいので、ヘラを打ち込んで無理やり引き剥がします。アクリルパイプの長さをあまり考えずにカットしてしまったので、長すぎる部分は超音波カッターで除去しておきます。変形にビビって 5mm 厚のアクリルパイプを買ってしまいましたが、そもそも少しずつ積層するのだから2mm 厚とかでも良かったですね。超音波カッターでもさすがに手が痛いです。1メートル買っちゃったので、当面はこれを使わないとダメですが、これは水着キャラをもっと作っていかないといけないなぁ。カットができたら、ラジペンでいらない部分を除去しておきます。アクリルパイプをカットできたので、大波粉波を使って波を作ります。透明樹脂とアクリルパイプの高さ違いを、この大波粉波で補完してやることで透明樹脂と一体化させます。ひたすら割り箸で叩くようにして塗りつけると、波っぽい模様になります。残したアクリルが多すぎて、大波粉波で埋まらなかったよ。もう一度、超音波カッターでカットの絵。大波粉波で作った波に沿って、今度はギリギリまでアクリルをカットします。おい大波粉波。では、水しぶきを作りたいと思います。前回、ニパコでは、大波粉波にエナメルシンナーを混ぜて固くしたものを水しぶきに使いましたが、今回はウレタンクリアを使ってみます。フィニッシャーズのウレタンクリアでは高かったので絶対やりませんでしたが、エコロックハイパークリアはかなり安いので堂々と使えます。2液を混ぜたら適当な蓋にウレタンクリアを流し込み、硬化させます。3時間程度置いて硬化したら取り外し、レンズのような樹脂の塊を作りました。まだ完全硬化していませんので、多少弾力がある状態。この状態で透明樹脂をちぎってかけらにします。細かいかけらは指で潰すと簡単に作ることができます。このようにして製作したウレタンクリアのかけらを大波粉波に埋め込むように配置します。細かいかけらなどは少量の大波粉波と混ぜてから配置していくとやりやすいと思います。これを繰り返し、透明感のある波を作っていきます。足の部分は水しぶきを作ってみたかったので、大きめのかけらを盛り付けていくことで表現をしてみました。大きなかけらの周りに細かいかけらをくっつけていくことで、自然な水しぶきになるよう調整していきます。かけらをレイアウトして十分乾燥させたら、上からウレタンクリアを塗っていき、
かけらを封入します。あまり厚塗りしてしまうと、大波小波と反応して白く変色してしまうので薄く塗り重ねていきます。最後に、ちょっとだけ、水滴をフレスの足にもつけておきました。今回はウレタンクリアでやってしまいましたが、また、これも、より良い水濡れ表現を研究していきたいですね。これで、すべての作業が完了しました。最後に、完成写真のスライドショーをご覧ください。以上でフレスベルクリペイント制作動画を終わりたいと思います。完成までこのシリーズをご視聴いただきありがとうございました。